この世界はすべて幻である。現実の執着を解体し、光の体へと変容する古代の英知、原神、イリュージョンボディのメカニズム。この世界は本当に実体があるのか。目の前にある机に触れると、硬く、冷たい感触があります。鏡の前に立てば、そこに自分自身の肉体が確かな重みを持って存在しているのを確認できます。人間は誰もが、この物理的な世界と自分自身の体が絶対にそこにあるという強固な実体として信じて疑いません。しかし、もしその絶対的な実体が脳と感覚器官が作り出した精巧な錯覚、つまりイリュージョン、幻だと言われたらどう思いますか？チベット密教の奥深くには、この物理的な肉体と現実世界の全てを幻であると見破り、最終的には自分自身の体を純粋な光のエネルギー体へと変容させる驚くべき修行法が存在します。それが原神のヨガ、あるいはイリュージョンボディと呼ばれる秘法です。この修行は現実逃避でもなければ単なる想像上のイメージでもありません。最新の量子力学が物質の最小単位は固定された粒ではなく揺らぐ波、エネルギーであると証明したように、古代のチベットの探求者たちは深い瞑想状態においてすでに物質世界のからくりを完全に見抜いていました。原神のヨガは私たちが最も執着し恐れを抱く対象である肉体という重い鎧を内側から解体し、完全なる自由を獲得するための極めて高度な意識のテクノロジーなのです。第1章、ナローパの六法と原神の起源。この原神のヨガは11世紀のインドの偉大な大成就者ナローパによって体系化され、弟子のマルパを通じてチベットへと伝わったナローパの六法の中核をなす教えの一つです。体内に熱を生み出すトゥンモや夢の中で目覚めるドリームヨガ、そして深い眠りで光を見る光明のヨガなどは全てこの原神を理解し体得するために密接に絡み合っています。チベット密教の教えでは、人間の苦しみの全ての原因は無明、つまり真実を知らない無知にあるとされています。そしてその無知の最大の現れが自分自身や周囲の現象には永遠に変わらない固定された実体があると思い込んでしまっていることです。仏教の根本思想である空は何もない虚無を意味するものではなく、全てのものはさまざまな条件が重なり合って一時的に現れているだけであり、独立した固定的な実体を持たないという真理を指します。ナローパをはじめとする古代のヨギたちはこの空の真理を頭で理解するだけでは不十分だと考え、それを自分自身の肉体感覚として細胞の隅々にまで浸透させるための実践的なテクニックとして編み出されたのが原神のヨガなのです。第2章、肉体への執着と実体化という罠。人間が最も強烈に実体があると思い込んでいるもの、それは他でもない自分自身の肉体です。刃物で切られれば痛みを感じ、病気になれば苦しみ、年老いていくことに恐怖を抱きます。この肉体こそが私そのものであり、肉体が消滅すれば私も完全に消え去ってしまうという強迫観念が人間の心を深い次元で縛り付けています。原神のヨガの目的はこの肉体への過剰な自己を切り離すことにあります。修行者は自分の肉体を構成している血液、骨、筋肉、そして内臓といった物理的な要素を心の中で極限まで細かく分解していき、そしてどこまで細かく分解してもそこに私という固定された確固たる主人は見つからないことを観察し続けます。仏教の伝統的な比喩に幻術師が作り出した幻というものがあります。古代インドの幻術師が呪文と小石を使って観衆の目の前に巨大な像や美しい女性の幻を出現させます。観衆はそれが本物だと思い込み、恐れたり魅了されたりします。しかし幻術師自身はそれがただの小石と幻影の組み合わせに過ぎないことを知っているため全く動揺しません。私たちは自分自身の脳と感覚器官が生み出した肉体という幻影に自ら騙され苦しんでいる観衆と同じ状態にあります。原神のヨガは自らが観衆の席を立ち、幻術師の視点に立ってこの世界のからくりを見破るための訓練と言えます。第3章、原神のメカニズム、水面の月と鏡の影。では物理的な体を幻へと変容させるプロセスは具体的にどのように行われるのでしょうか。その中心となるのが経典に記された8つの幻の比喩を用いた強力な観想、視覚化です。修行者は瞑想の中で
自分自身の体を次のようなものとして深くイメージし続けます。一つ目は夢。昨夜見た夢の世界は、その瞬間は現実のようにリアルで、目覚めれば跡形もなく消え去るとします。今の自分の肉体もそれと全く同じ一時的な夢に過ぎないと感想します。二つ目は鏡に映った像。鏡の中の自分ははっきりと見えますが、そこに触れることはできず、内臓も血も存在しません。自分の肉体は空間という鏡に映し出されたただの影であると認識します。三つ目は水面に映る月。空にある月が湖の水面に映っているとき、水面をかき混ぜれば月は砕け散り、波が収まれば再び丸い月が現れます。しかし水の中に本物の月は存在しません。他にもかげろうや小玉、虹といった比喩が用いられます。これらに共通しているのは、はっきりとそこに現れて知覚することはできるが、掴むべき実体は存在しないという性質です。修行者は目を開けたまま日常生活を送る際にも、すれ違う人々、建物、そして自分自身の歩く肉体でさえも、全てが鏡に映った像や美しい虹のように、実体を持たず光の粒が集まってできている幻影として見つめ続けます。この視覚化を何万時間と持続させることで、やがて脳の認識システムが根本から書き換わり、物理的な重さや硬さを感じる感覚が薄れ、世界全体が、そして自分の肉体が極めて精妙な透明なエネルギーの波として知覚されるようになるそうです。第4章、伝説とエピソード、ミラレパの奇跡と空間の超越。この原神のヨガを完全に体得したヨギ、修行者の肉体には、現代の物理法則を完全に無視した驚くべき現象が起こると伝えられています。チベットで最も有名な11世紀の聖者、ミラレパのエピソードには、その奇跡の数々が記録されています。ミラレパは、厳しい雪山の洞窟で生涯を通じて瞑想を続けた人物です。彼が原神のヨガの最高段階に達した時、彼の肉体は文字通り実体を失い、空間の制約を受けなくなりました。ある時、ミラレパの弟子たちが彼のいる洞窟を訪ねると、ミラレパの姿が見当たりません。しかしよく見ると、ミラレパは硬い岩の壁の中にすっと入り込み、半分だけ体を突き出した状態で座っていました。弟子たちが驚愕していると、彼は岩の壁をまるで水面のように通り抜け、軽やかに外へと現れたと言われています。また別のエピソードでは、ミラレパが空を鳥のように飛翔し、ヒマラヤの山々をひとっ飛びに越えていったという記録や、複数の場所に同時にミラレパの姿が現れ、それぞれの場所で弟子たちに異なる説法を行っていたという伝説も残されています。現代の常識から見れば、これらは単なる神話やおとぎ話に聞こえるかもしれません。しかしチベット密教の世界においては、決しておとぎ話ではありません。ミラレパにとって目の前にある硬い岩壁も、自分自身の肉体も、どちらも実体を持たないエネルギーの波、イリュージョンに過ぎません。幻と幻がぶつかり合っても、そこに物理的な衝突は生まれることはない。自らの肉体が幻であると完全に悟りきった時、物質世界の法則である重力や物理的障壁は、その人物の意識に対して何の効力も持たなくなるのです。第5章、もたらされる効果、光の体、虹の体への変容。原神のヨガの探求が最終的に行き着く先には、チベット密教における最も神秘的で究極の到達点とされる虹の体、ジャルーと呼ばれる現象が待っています。原神のヨガを深めた修行者は、肉体を構成する粗大なエネルギーを極めて微細な光のエネルギーへと完全に純化させていきます。そして彼らが寿命を迎え、死のプロセスに入るとき、驚くべき変容が起こります。高度な悟りを開いた構想がなくなった後、彼らの遺体をテントや部屋の中に安置し、一切誰も立ち入らないように封印します。すると数日の間に遺体は徐々に縮小し始め、周囲に美しい虹色の光や、この世のものとは思えない神秘的な香りが漂い始めると言われています。そして1週間後、封印を解いて中に入ると、そこには彼らの衣服だけが残され、物理的な肉体は完全に消滅しているか、あるいは生まれたばかりの赤ん坊ほどの大きさにまで縮んでいるそうです。これは肉体を構成していた物質、地、水、火、風の元素が純粋な光のエネルギーへと完全に変換され、空間という幻影のキャンバスの中に溶け去ってしまった結果であるとされています。チベットの歴史上、そして20世紀の現代においても、
この虹の体を達成したとされる高僧の記録は複数存在しています。死という最も恐ろしい物理的崩壊すらも光への美しい変容プロセスへと変えてしまう。原神のヨガは人間が物理的肉体という牢獄から完全に解放され、宇宙の根源的なエネルギーそのものへと帰っていくための最も劇的な手法なのです。虹のように現れ消えゆく原神イリュージョンボディのヨガ、それはこの世界には何の実体もないという虚無主義に陥ることではありません。実体がないと完全に理解するからこそ、人は失うことの恐怖から解放される。自分の肉体が幻であると悟るからこそ、他者の肉体の苦しみに深く寄り添い、執着のない純粋な慈悲を向けることができるのです。雨上がりの空に現れる美しい虹、私たちはその虹を掴むことができないと知っています。私たちの肉体もこの人生で経験する喜びや悲しみのすべて、そして人々もやがては消えゆく虹のような存在です。固定された実体など何一つない。だからこそこの幻影の世界は息を飲むほどに美しく尊い。原神のヨガが教えてくれるのは、肉体の重さを脱ぎ捨てた魂が到達する圧倒的な自由です。このチャンネルでは今後もその奥にある構造や意味を分かりやすく紐解いていきます。修行はハードルが高いという方にも知的な面白さを届けたい。信じるか否かを超え、世界を新しい視点で捉える見えない地図をこれからも広げていきたいと思います。今回の動画であなたの内側に何かしらの気づきを感じていただけたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回裏路地でお会いしましょう。